これはまさに自分革命の始まりだと私は考えています。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。先日の3連休中に私のチャンネル大福まめこミラクルチャンネルの登録者数が4万人を達成いたしました。皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。とっても嬉しいです。7月に3万人記念ライブをやってから結構早かったんじゃないかなと思います。皆さんが私のチャンネルを引き寄せてくださったんだなって思います。この前の苦労の人生が終わる前兆っていう動画が本当にたくさんの方に見ていただいて、今もずっと伸びてるんです。なんか2週間ぐらいでチャンネル登録者数が一気に6000人ぐらい伸びて、私も本当にびっくりしたんです。今までで一番ヒットしているどん底で絶望してから最高の人生が始まるっていうこちらの動画よりもさらに伸びそうな勢いなんですよ。見てくださってチャンネル登録してくださった皆さん、本当にありがとうございます。はい、では今回は4万人達成記念ということで2つの企画を用意してみました。まず1つ目は今回のこの動画ですね。11月20日から本格始動すると言われる風の時代について私なりの見解で解説してみたいと思います。風の時代ってこれまでも言われてきたと思うんですけど、20日からはじゃあ何が違うの？私たちにどんな関係があるの？ということを長期的な展望でお話ししてみます。2つ目は皆さんへの日頃の感謝を込めてある募集をします。動画の後半でお知らせをするので、ぜひ最後までご覧ください。いいねやチャンネル登録、そしてコメントで応援していただけるととっても励みになります。 SNS でもいろいろ発信していますので、フォローをよろしくお願いいたします。はい、では今回は4万人達成記念感謝企画の第1弾ということで、11月20日から風の時代に完全移行、自分革命を起こそうというテーマでお話ししてみます。風の時代って最近よく耳にするけど、いまいちよくわかりませんっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっとわかりやすく噛み砕いて説明してみようと思います。風の時代というのは占星術の用語の一つです。約20年周期で木星と土星が大接近するのをグレートコンジャンクションと言います。12星座というのは火、風、水、土、または地の4つのエレメントに分けられるんですが、今まではその土の星座である牡牛座、乙女座、ヤギ座で起きていました。それが2020年12月に約200年ぶりに風の星座の水亀座で起きました。コロナのパンデミックをきっかけに世界は大きな変容を迫られましたよね。さらにこれから約200年にわたって水亀座、双子座、天秤座という風の星座で発生し続けることから風の時代と言われています。でこれまで水亀座とヤギ座の間を行ったり来たりしていた冥王星が今月11月20日から水亀座に定着するということで、風の時代に完全移行する 100% 風の時代になると言われています。この水亀座入りなんですけど、今後2043年まで約20年続くということです。冥王星というのは破壊と再生、生と死を司ると言われています。そして風のエレメントを持つ水亀座は自由、平等、博愛、進歩、革命、これらを象徴する星座です。すべてのものを分け隔てなく平等に愛し、社会を良くするためには常識を壊すことも厭わない。よく言えば型にはまらず自由で革新的、悪く言えば変わり者で無秩序というイメージもありますね。冥王星が水亀座入りすると、これまでのことがガラッと逆転する、常識が覆される、革命的なことが起こると言われていて、240年前に水亀座入りした時にはフランス革命が起こっています。その前は天動説から地動説に変わったということですから、この水亀座入りの時には社会の秩序や常識、国家の体制、枠組みというものがガラッと大きく変わるんです。ちなみに冥王星が2008年にヤギ座に入った時にはリーマンショックが起きました。そして射手座に入った時には阪神・淡路大震災が起こっています。20年周期で星座を移動するので、一周するのに240年かかるということですから、今回の水亀座入りはかなり大きな変化が起きることが予想されるということです。冥王星が水亀座に入る前はというと、ヤギ座で土の時代でした。ヤギ座は経済、お金、実行力、責任感、
社会的な権威や地位などの意味があって、目的達成のためには手段を選ばないという意味もあります。それが自由、平等、博愛、進歩、革命の水亀座に移行するわけですから、かなり大きな変化ですよね。なんだかこれって今の政治と重なるところがあるなって思いませんか？ちょうど先日ね、衆院選があったところなんですけど、まさに土の時代を代表してきたような派閥やお金、権力のねイメージの強い自民党が大敗して、政策第一主義で民意を集めたある少数野党がね、大きく議席を伸ばして大躍進しましたよね。ああ、風の時代が来たんだなって思わせる象徴的な出来事だったと思います。多数派、数の力だけが勝利ではないという時代になってきたことの先駆けではないでしょうか。アメリカ大統領選挙もありますが、世界的にも風の時代の流れが反映されていくのではないでしょうか。またね、水亀座というのは情報や最先端科学、コンピューターなどとも関係が深いんです。 AI やネットの世界はこれからますます進化していきますね。世界観や人間観も大きく変わります。あらゆる分野でジェンダーレス化がさらに進んだり、同性婚、夫婦別姓などのね、男女や夫婦の在り方などもこれまでの常識にとらわれず、ますます多様化して、いろんな形での人と人とのつながりがね、横へ広がっていくんじゃないかなと思います。この前のヤギ座時代っていうのは現金主義でお金というものが非常に力を持っていました。ですがこれからの風の時代は物より心、目に見えないものが大切にされる時代になってきます。土から風の時代に変わるということで、重たい波動を持つものというより、高くて軽い波動の意識やイメージの世界が主流になってきます。例えば本や雑誌がスマホで、電子書籍で読めるといった変化ですね。お金もキャッシュレス化、暗号化が進んで、お金の移動もさらに軽い感覚でできるようになるでしょう。契約や書類の手続きなどもどんどんウェブ上でできるようになって、場所や時間などに縛られず、とっても便利になっていくと思います。ただこうしたネットを利用した犯罪が増えてくることも心配材料ですね。私たちは正しい知識を身につけて自分の身を守ることも必要になってくると思います。ではそんな風の時代を私たちはどんな風に生きれば幸せになれるのかということですよね。私たちも物やお金そのものの価値より、心や魂、絆、コミュニケーションといった目に見えないものに意識をシフトしていくことが大切になってきます。もちろんね、お金はあった方が自由度は広がるわけですけど、ただお金さえあれば幸せになれるっていうのはもう古い考え方ですね。これからはお金で何ができるのか、自分は何に投資をするのか、そのお金でどんな体験を得たいのか、そういった目に見えない価値を自分で考えて生み出す力を身につけることが必要になってきます。お金が幸せにしてくれるんじゃなくって、自分にとっての幸せの形は人それぞれなんだって気づけた人から、時代の風に乗って大きく飛躍できると思います。そして水亀座というのは自由や革新を意味しますから、こうしなくてはいけないという古い観念を手放して、自分はこれからどうなりたいのか、どんな人生にしたいのかを明確にする。そして本音で生きることを心がけると良いでしょう。苦手なこと、嫌なことなんだけど、お金のためにと思って歯を食いしばって必死にもう我慢をしながらいやいややるというのが土の時代のスタイルだったら、これからの風の時代は他人と比べず自分の個性を伸ばして、自分なりのやり方でのびのびとやる。本音に従ってやりたいことを楽しみながら無我夢中でやる。遊びや趣味が仕事になっていくというスタイルが成功の鍵になります。地位や権力、過去のしがらみへの執着って重たい波動ですよね。ですが11月20日からはそういった重たいものを全部脱ぎ捨てて、これまでの思い込みを全て取っ払って、身軽になって軽やかに新しい風を自分で巻き起こしていく。自分で自分に革命を起こすようなことがどんどんできるようになっていきます。これはまさに自分革命の始まりだと私は考えています。皆さんはこれまでずっと我慢してきたことはないですか？これはおかしいだろうと思いながらもノーが言えなくて、何かもどかしさやモヤモヤを抱えていませんでしたか？
世の中の常識や世間体といったものに無理に自分を当てはめて窮屈さを感じていませんでしたか？そういった自分の本当の心の声に耳を傾けて魂を奮い立たせる時が来たんです。自分の中に革命の風を起こす。新しい時代の風に軽く飛び乗ってそれぞれの空を自由に飛び回る。皆さん一人一人が革命児になれる時代、そういったイメージを持つことで11月20日からの新しい流れにスムーズに乗っていけるでしょう。冥王星水亀座入りというのはここから2043年まで20年続くということですから、私は70代になりますね。実は私自身の星座が水亀座なんですね。ですからこの影響をもろに受けるんだろうなと思うんですけど、そもそも性格が水亀座そのものなのでそんなに無理を感じないんですよね。私は何よりも自由が大事で、常識に縛られたくなくて、権威主義や派閥、背筋主義といったものが大嫌い。こういったところがね、水亀座そのものですね。あと水亀座はヒューマニズムを象徴する星で、自分の学びの成果を人のために役立てることで大きく成長していけるということです。私自身もね、新しいことを取り入れることに抵抗がない方なので、 YouTube でこのチャンネルを始めたのも風の時代に合っていてよかったなって思っています。私のチャンネルに出会って動画の内容を実践するようになってから、どん底だった人生が大きく変わりましたって言ってくださる方がね、とっても増えてるんです。冥王星の破壊と再生っていうパワーを借りて、皆さんがこれまで苦労してきた過去を乗り越えてね、新しい自分、本当の自分、大好きな自分に生まれ変われるようなきっかけを作れる存在でありたいなって思っています。皆さんもこれからの20年、水亀座の時代を風に乗って楽しくハッピーに生きたいですよね。水亀座の自由、平等、博愛、進歩、革命といったエネルギー、それから冥王星の破壊と再生のパワーも取り入れながら、これまでの思い込みや執着といった重たい波動を手放す。過去へのネガティブな思いもきれいさっぱり捨てる。そして本当の自分らしく輝いて大きな空を羽ばたきましょう。それは誰かがやってくれるわけじゃないんです。宇宙が勝手にやってくれるわけでもありません。革命を起こすのは自分自身なんですよ。自分に革命を起こす、人生を動かすような行動を自分でする。それを宇宙や神様がバックアップしてくれるということです。そんな生まれ変わるような気持ちで11月20日を迎えてください。来月12月21日は冬至ということもあって、エネルギーが大きく切り替わる時です。今から心の準備を整えておけば、しっかりと段階を踏みながら新時代の流れにちゃんと乗っていきますから大丈夫です。私と一緒に乗り越えていきましょう。ということで、ここからは4万人達成記念企画の第2弾についてお話ししていきます。以前2万人の時に質問募集をして回答する動画を作ったんですね。でその時は人生相談なんかも受け付けたんですけど、今回は引き寄せの法則に絞って皆さんから質問を募集してお答えする Q&A の動画を作ろうと思います。例えば前回もね、引き寄せに関するこういった質問がありました。引き寄せの法則は、今幸せを感じることが大事、今ここの小さな幸せ探しが大事ってまめこさんは言われていますけど、今の小さな幸せに満足してしまったら、それ以上の幸せが入ってこないんじゃないか不安ですっていう内容でした。これってすごくいいご質問ですよね。でこれについては、小さな幸せしか入ってこないか不安ですっていうことなので、不安な方が本当の気持ちで、小さな幸せで満足はしてないわけですよね。詳しくはこちらの動画をまた参考にしてみてください。いいご質問だと皆さんの参考にもなるんです。例えばね、引き寄せのやり方で一般的にはこう言われてるけど、こういう点がなんか私は腑に落ちないと、何かいい方法はないでしょうかっていうのもいいですよね。あとは願いがなかなか叶わない時のタイムラグのこととかもいいと思います。こんな風に思うのって私だけとかね、みんなできてるのに私だけできてないのかなとか、なんか普段ね疑問に思うこととか、心配なことをこの際どしどし聞いてください。いろんな動画のコメント欄にねバラバラに書いちゃうとちょっと私見つけられなくなっちゃうので、この動画のコメント欄に書いていただけると助かります。で全部にお答えはできないと思うので、いくつか選ばせていただいて、で Q&A の形式にまとめて動画にしようと思っています。締め切りは11月17日、来週の日曜日ですね。17日のうちなら日付が変わるまで OK です。この動画のコメント欄に書き込んでください。
そして質問の文章はなるべく分かりやすく簡潔にお願いします。また個人的な悩み相談にはお答えはできません。引き寄せの法則に関する質問に限らせていただきますのでよろしくお願いします。前回の質問募集の時にいただいた、運命の人に出会うと起こる不思議な現象っていう動画もねすごく人気があるんですよ。なので私が思いつかないような質問ねたくさんあると思うので皆さんどんどんお寄せください。はい、いかがだったでしょうか。今回はチャンネル登録者4万人達成記念ということで風の時代の完全移行について解説するとともに引き寄せの法則の質問募集ということでね2部構成でお届けしました。これから本格的に始まる風の時代を軽やかに楽しみながら生きられるように力強くサポートできるような動画を作っていこうと思っていますので引き続き皆さん応援よろしくお願いいたします。5万人の節目の時にはまたライブ配信をやろうかなと思っていますので皆さんとまたリアルタイムで早くお目にかかれるように頑張りたいと思います。では今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。4万人ありがとうございました。